どうもこんにちは、デミコです。はい。というわけで、今日は何をやるかと言いますと、いきなり入っちゃったね、またね。はい。今日はね、なんかね、もうね、天気悪いんよ。もう本当に。気温はね、そんなに低いわけじゃないんだけどさ、16度。16度。だからそんなに低いわけじゃないけど、曇りだよ。今日午後、夕方からまたパリに行かなきゃいけないんだけどな。そのことはどうでもいいでして。はい。はい。ですね、今日はね、何をやるかと言いますとですね、何やるか。チラッと見せます。はい。チラッと見せますって、これからやるものをチラッと見せるってどういうことだよっていう話なんですけど、よいしょ。ちゃんと準備してなかったよ、また。もう本当に。はい。今日はね、もう畳んであるんですけど、こちらでございます。綺麗に畳んだんですけど、これちょっとちょっとちょっとバロン広げてみました。はい。これですね。私が以前にティッシュボックスカバーを編んだモスステッチ米編みのね、今回はスクエアのバージョンですね。真ん中から編んでって、そしてどんどん広げていくって言ってね、どんどん広げていったらブランケットになっちゃったっていう話なんですけど、これそっくりそのままこれをやるわけではございません。はいね。これどうやって編むのかっていうのを今日ちょっとやっていこうと思います。はい。これね、結構ね時間かかったよね。時間かかったって4日ぐらいかな、全部で4日ぐらいだったかな。こんな感じでちょっとここちょっとそうだね、チラッと見せながらやるか。じゃあこういう感じで、でもこっちにまたね合っちゃうとあれなんだけどさ、いいや。じゃあね、どんな風にまずそれをねやっていくのかっていうのをちょっとやっていきたいんですけど、その前にですね、私この編み方はなんて言うんだろうと思って、普通の米編みのスクエアいわゆる英語で言うとこのモスステッチのスクエアとちょっと違うじゃないですか、やり方が。で、なんて名前なんだろうなって調べました。はい。調べました。ラジエ、ラジ、ラジア、なんだラジエイチングか。はい。調べました。はい。ですね。ラジエイチングモスステッチスクエアっていうのかな。名前的にするとそんな感じなのかな。で、やり方はどうやら、あれみたいですね。ロシア式って言いますか、ロシアではこういう編み方をするっていうので、私も確かね、この編み方をどっかで見つけた時に、ロシア式なんだっていうのはちょっと記憶にあったんですけど、記憶にあったっていうか、なんとなくね、すっかり忘れてたんですけど、この前、どなたかにね、視聴者さんに、ロシア式らしいよっていう話を、聞いて、そういえばそうだったっていうのを思い出したっていうかね、私もすっかり忘れてたって感じなんですけど。で、このいいところっていうのはやっぱりそのラジエイティングっていうから放射状にっていうことなわけですよね。綺麗にパーッと広がっていく。普通のモスステッチ、米編みのスクエアやっていくとどうしてもこうずれるっていうか歪むんですよね。で、目がここまでには綺麗に揃わない。で、これがなんで綺麗に揃うかっつったら、もうすでにね、ティッシュボックスケースをね、編んでくださった方はわかるかと思うんですけど、要は往復編みなわけですよ。で往復編みだからずれないわけですよね、結局ね。普通に米編みをしていくと、こう、どうしても同じ方向に編んでいくから、こう、なんとなくずれてって、ここまでは綺麗に編めないわけですよ、やっぱりね。ちっちゃいものだったらまだしも、大きくしていくとどん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 歪みが出てくるっていう感じになるんで、なのでやっぱりね、米編みするんだったら、米編みでスクエア、ぐる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 編んでいくんであれば、もう断然こっちの方がおすすめなので、今日は、ですね、小さいものでスクエアをね、簡単にちょっとやっていこうと思います。で、用意しましたのがこちらでございます。はい。ね、このコースターみたいな感じのサイズなんですけれども、今日はこのサイズでちょっとやっていってもらって、あとはもう好きに大きくするだけですからね。これ私ブランケットにしましたけど、好きに大きくするだけなので、ちょっと今日はこれでやっていきたいと思います。で、使う糸。これは一目瞭然ですね。はい。ミルフィムでございます。ミルフィムソックヤーンのこちらの糸と、ソロフィムの、紫。こちらね。これ何番なのこれ。8番か。ね。紫8番。で、こっちがミルフィムソックヤーン20番ということで、なんだいアクリル 100%35g で105メートル。塩針2から3号棒針ね。かぎ針が4から5号。
標準ゲージ26目だ35段。そんなに編めるかね。うん。ものによるよね、でもね、ミルフィームってね。ものによっては細かったり太かったりするんでね。ちょっと、これはでも私太い方だと思うけどね。うん。こっちは細い方かな。わかんないけどさ。まあまあ、でもとりあえず2つ合わせても全然 OK なんでね。で、こっちも同じですね、要はね。はい。まあそんな感じなんで、この2つを使ってやっていこうと思いまして。で、今日はあえて、普通だったらね、外にね、こうやって単色をこうやって回すとこなんですが、今日は相手の逆逆でやってみました。はい。じゃあこれをちょっとここに置いたまま始めていこうと思います。じゃあ今日はこっちからだね。こっちから始めていって、で塩針、あれどっち使ったっけ私。これ読むときどっち使ったかな。4号5号だと思います。多分午後でやってると思います。はい。じゃあ午後でいきましょうね。編んでみて違かったら途中で変えるわ。いい加減だな。はい。じゃあ中心をね、まず一重でやっていこうかな。クリンと回してピュッとやってね。で、下に入れて、プッと引っ掛けて。はい。で、まず一つ。止めますね。止めたら、一つ。まず細編みを編みます。はい。細編み編んだら、1、2、はい。鎖編みを2つします。はい。で、また細編みを1つ入れて、中心の四角を編みますね。で、1、2。で、細編みを1つ入れて、1、2。はい。で、また細編みを1つ入れて、で、ここで注意です。ここで注意です。鎖編みを1つします。で、締めます。はい。そうだ。私は本当に準備が悪い。はい。ですね、必要なものがございました。必要なもの。2つ。これ用意しておいてください。はい。これね。なんだ。マーカーをね、2つ用意しておいてもらって。はい。で、それで、1つ今編みましたね。ここを注意しなきゃいけない。ここは普通のと違うところでございますけれども、なんだっけ。鎖編みを1つしたら、ここ、角っこ作るんですけど、角っこを作るときに、ここから、この最初に入れた細編みの頭ですね、に入れます。あれ鎖編み1つしかしてないじゃん。いいんです。鎖編みを1つしかしてないけど、ここに、もう一つ鎖編みを入れる代わりに、細編みをするっていうことですね。この理由は、目を角っこに置いとくためですね。はい。なので、ここで細編みをして目を角っこに持ってきます。はい。で、ここで一つ、これを入れときます。ね。こうやって、針を抜くじゃないですか。ね。針、こうなってたか。ね。こう、針を抜くときに抜いた方向、こういう方向にしといて、自分で分かるようにね、こっち側からこうやって入れとくと。針の方向、こう、こっち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 、どっち、なんつうの、あちこちしないように一定方向に入れるように、自分が分かるようにね。まあ基本的には、手前から針を入れる方向からこうやって入れといた方が分かりやすいと思います。はい。こういう方向で入れときます。向こう側にね、こうやってね。はい。そしたらこれをひっくり返します。放置です。はい。対角。対角に入れた方がやりやすいので、対角からやっていきます。はい。さあ、次の色を入れていきますよ。で、スクエアでやるとき、まず、ブスッと刺しますね。基本的には、あれです。ティッシュボックスカバーでやったのと一緒なんですけど、ここ、まず立ち上げるとき、新しく糸を立ち上げる。あとはどんどん先に進んで編んでいくときも同じなんですけれども、ここの糸の取り方がちょっと変わってます。引きますね、まずね。抜くでしょ。ここ輪っか、こういう状態ね。針入ってる状態。この針の入ってる状態で、こう針を一回抜きますね。で、こいつをちょっとパターンと下に下げます。はい。パターンと下に下げます。目立たない立ち上がりなんですね、要はね。で、後ろから、この角っこに針を入れて、で、ギュリッと、グイッと糸を引き出します。後ろに。で、後ろに引き出したら、この針から糸を外さずに、この前にパターンと倒してたやつをそのまま今度はこうやって上に上げます。で、本来針が入る方向、前からです。前からね。前から針を入れる。はい。で、これで2本かかった状態になります。
で、この状態で抜きます。細編み。で、ここ、エセ頭。私がエセ頭と呼ぶやつなんですけど、ここがね、頭になってるんですけど、ここね。この部分。ここのエセ頭、わかんない、わかりづらかったら、この、こうなってるところに、縦2本こうやって入ってると思うんですけど、3本かな。2本かな。3本かな。3本入ってるような気がするけど、3本だね。3本入ってるんだけれども、3本入ってる頭に斜めにこうかかってる。ここがエセ頭になります。で、ここにちょっとマーカーを分かりづらい人は入れておいた方がいいかもしれないです。はい。こうなるんですけど、まあ、編んでいけば分かるけど、ここエセ頭。エセ頭の部分ちょっと入れときますね。分かりやすいようにね。はい。で、角っこ今一つ編みました。で、角っこ一つ編んだら、一つ鎖編みをします。はい。そしたら、モスステッチね、米編みなのでこの上は編みません。すでにもう始まってるんで。で、この細編みの上は編まずに、この角っこの鎖編みを2つしたところの角っこ、ここに持ってきますね。鎖編みを1つして、ここに針を入れて、細編みを1つ編みます。はい。で、角っこの分の鎖編みを2つして、同じ穴にもう一度細編みを入れます。はい。で、そしたら一つ鎖編みをして、ここのところを飛ばす。で、角っこ、さっきやったところですね。ここ、鎖編みと細編みをしたところの角っこ。ここ角っこうまく探してください。ね、穴探して、ここに入れます。ちょっと今のところ邪魔なんでこっち左側に避けといて、ここに細編みを入れます。細編みを入れたら角っこになるんで鎖編みを2つするんですが、この時にさあどこを渡らせようっていう話ですね。はい。で、このマーカーは後ろ側に置いておく。この編んでく糸ね、糸は手前です。で、注意しなきゃいけないのが、このマーカーに対して左ではなく右側、手前ですね。右側の方、マーカーよりも右側にこの編み糸を垂らしてください。こっち側じゃなくて。こっち側じゃなくて、こっち側に垂らして、そしてこの糸をこの間に渡らせます。こっち後ろ、こっち前。この間に渡らせた状態で、同じ穴、ね、さっき細編みじゃない、細編みか。細編みを入れた穴にもう一度ここをね、角っこなんでもう一度入れなきゃいけません。はい。もう一度細編みを入れます。こういう感じですね。マーカーと糸が前と後ろになるように糸をこの鎖編みの部分を渡らせます。で、細編みを一つ角っこに入れたので、鎖編みをして、またここ飛ばして角っこに入れて、細編みをします。で、鎖編み。で、もう一つ細編みを同じとこに入れます。で、鎖編みを一つ。はい、戻ってきました。はい、ここ同じところに一つ細編み入れなきゃいけませんね。はい、細編みを一つ入れます。そしたら、さっきやったのと一緒です。鎖編みを一つします。で、このエセ頭ですね。このエセ頭の部分に、針を通します。で、針を通す時にこの1本だけじゃなくて後ろ側にもう1本あるんですね。一緒にいるやつが。エセ頭の連れがいるわけです。エセ頭の連れがここにいます。はい、こうね。ここに。1本だけじゃなくて、この連れ、エセ頭の連れ、2本ちゃんとこうやってしっかり拾って、ここに細編みを入れます。で、目を角っこに持ってくる。で、そしたら、こうね、抜いたら、前の部分からこうやって入れてくる。で、これで2段目が編めました。はい。2段目編めました。
こんな感じになります。で、ここが終わったら、ターン。はい、ひっくり返します。で、ひっくり返すと、で、これは無理やり処理しようとしないでくださいね。変なことになるんで。変なことになるっていうのは分かりづらい、ね、最初からやろうとするとちょっと、なんだろう。処理したものが見えちゃったりすると、これ表裏結局関係なくなるんで、編んだ後は。なので、両方とも綺麗に処理をしたいので、後にします。邪魔なんですけど、この時ばかりは私はね、後でした方が絶対綺麗だと思うんで、はい。で、そしたら、ちょうどいいぐらいにね、一目分ぐらいの、ちょうど、この穴が、目の穴がね、一目分ぐらいになるように、ちょっと調整します。はい。で、これを抜いて、ね、手前になってるでしょ、目がね。で、これをパターンって倒すわけですね。パターンと倒して。後ろから針を入れます。立ち上げの方式。目立たない立ち上がりです。これはね、他のものにも応用できるから、これ覚えておくと便利ですよ。で、これ後ろから入れて。で、糸を持ってきます。で、そしたら糸を抜かないようにして、このパターンって倒してたのを上げて起こして、前の方から針を入れる。で、2本にしたら、細編みをするように引き抜く。はい。で、この後ろに出てた目ありますね。後ろから、今、この状態になっていたでしょ。この状態になってましたね。結局、ここがエセ頭になるわけです。この糸が。なので、こう引いたときに、ここにエセ頭がいるわけです。ね。だから、分かりづらい人は、ここに入れとく位置をね。今、1本でもいいですよ、入れときときは。でも基本2本ですけどね。拾うのは2本なんで、こういう感じですね。こういう感じ。ここがエセ頭になります。はい。で、そしたら、細編み1つここには角っこに編んだので、1つ鎖編みをして、前段の細編みと細編みの間に細編みを入れる。で、鎖を1つ、角っこ細編み、1、2と鎖編みをして、また同じところに細編み、鎖編みをして細編みと細編みの間に細編み、鎖編みをして、はい、角っこここ来ました。中印のところです。ここ、他のもの巻き込まないように必ず角をね、ちゃんと空いてるとこ取るようにしてくださいね。はい、ブスッと入れます。で、この糸とこっちは左に今のところ置いときますね。両方持っといて、左側に置いといて、細編みをします。そしたら、鎖編みを2つして、渡らせるときには、このマーカーを後ろ側。糸は手前。ただ、糸が左側からにならないように、必ず右側から、このマーカーの右側から手前に来るように置いといて、渡らせて、同じ穴、角っこのこの同じ穴ね、さっきこの細編みを入れた同じ穴のところに、細編みをもう一つ入れます。そしたら、鎖編みをして、細編みを入れて、鎖編みを一つして角っこが来るので、細編みで鎖編み2つで角っこにして、もう一つ細編みで鎖編みをして、細編みと細編みの間に細編みを入れて、鎖編みを1つ、そして角っこがまた来たので、角っこに最後の細編みを入れて、鎖編み1つです。はい。で、そしたらエセ頭をちゃんと2本、ね、2本ちゃんと拾って、こういう感じで2本ちゃんと拾って、ここに最後に細編みを入れます。で、針を抜いたら、針を入れる方向でマーカーを入れておきます。この繰り返しです。はい。角っこまで編めました。こんな感じですね。今ね、パターンひっくり返しますね。ひっくり返しますよ。こうじゃないですからね。ひっくり返しますからね。ひっくり返して、で、またこれを拾っていきます。で、調節してね、ちょっとね、調節をして、抜いたら、パターンと下に、パターンと押さえ、後ろから針を入れて、ひっ
掛けて、前から針を入れて2本にして引き抜く。引き抜いたここのところがエセ頭なので、マーカーを入れておく。わからない人はね。はい。で、そしたら鎖編み一つして、普通に4目編みをしてくるんですね。ここでね。一つおきに細編み、鎖編み、細編み、鎖編みで、細編みで鎖鎖、角っこ、細編み。で、鎖、細編み、鎖、細編み、鎖。はい。で、角っこに来たので、ここね、両方糸とマーカーを左に持ちながら、私はこうやって引っ張ると、ここね、穴が見えてくるんで、結構、どっちかっていうとね、これを引っ張ることがいいかな。このマーカーね。マーカーをこうやって、ピュッと、ちょっと、両方引っ張るとここ穴が見えやすくなるんで、変なところね、糸通したりしないように、綺麗にちゃんと分かれるところに入れてくださいね。はい。で、穴っこに入れて、細編み。細編みをしたら鎖を2つ。で、そしたら糸、右側。で、マーカー後ろにして、同じ穴にまたもう一つ細編み。で、鎖、細編み、鎖、細編み、鎖、細編み入れて鎖鎖でもう一つ同じところに細編み。これはねもう大丈夫だと思いますね。細編み鎖編み細編み鎖編みはね角っこですよね。めんどくさいのはね。はい。でここに来ました。角っこに来たので一つ細編みを最後に入れて鎖編みを一つしたらはい S 頭ちゃんと2本拾って細編み。こんな感じでございます。これを永遠に続けていくだけです。はい、ひっくり返します。はい。ひっくり返して、はい。じゃあこれでね、ちょっと編んでいこうと思いますよ。パターンして、後ろから入れて、引き抜いて、前から針を入れて、引き抜く。はい。慣れればね、この頭も、印で入れなくても多分大丈夫だと思うんで、はい。じゃあ、じゃかじゃか編んでいこうと思います。はい。いや、しかしね。もうね、このね、編み方はね、本当にね、歪まないのよ、とにかく。全然。全然って言っていいぐらい。本当に歪まないので、マジでおすすめ。本当に。すごいよね、こういうの。やっぱり、誰がどう考えたらこういう編み方になるんだろうって私は思うんですけど、ね、これ下がってる、後ろに下がってる時は、もう前に持ってくる時はもうこの右側にね、こうやって持ってきて、で、ピャピャっとやって、ぴょこぴょこと編んだら、そのままグヒッと、グヒッと入れて、はい。慣れたらね、チャカチャカできますよ。いや、もうほんとね、でもね、楽しくてしょうがないのよ、これ。もう単純じゃない？もう基本的にほら、私、米編み好きじゃないね。米編み好きなんで、で、それでもってこのスクエアでさ、ひたすら編んでいけるっちゅうさ、いや、だから、ティッシュボックスカバーをさ、編んでくれた方いるじゃない？いっぱい編んでくれた方とか。ちょっとはまらない？この編み方。ね、角っこ来た。で、ここ角っこ入れて、ね。で、1個。で、ここのエセ頭。エセ頭をちゃんと2本拾って、細編み。はい。なんかね、ハマるんだよね、この編み方。うん。なんだろう。単純作業が好きな人っているじゃないですか。ね。私なんかそうなんですけど、単純作業が好きな人にはもう超おすすめの編み方っていうかさ、うん。もうなんか、無心で編めるっていうの。うん。ほんと助かるわ、こういう編み方あると。うん。本当に、いやありがたいやと思ってね、誰がこういうの考えてくれるのかは知らないけれども、いや素晴らしいなと思いますよ、こういうのね。なんかこういう本当にシンプルな模様でさ、ずっとひたすら編んでられるっていうさ、細かいやつでね、いや重宝するよこれマジで。で角っこ来たんで間違えないように
穴ぼこ探してやって12っつってね。でそれでこっち側前に垂らして渡らせて、はい、慣れたら大丈夫よ。慣れたらあんまりもうなんていうのめんどくさいことないわ。こんな感じで。これすごいね。なんだろう、糸が細くても太くても全然問題ないでしょう。これだからね、いろんなものに応用できていいと思いますよ。細めの糸でずーっとやったらやったで、またなんだろう、ショールみたいなものもね、細い糸で編めると思うし、ね、ちょっと挑戦しようかな。それね、いいよね。そういうのもやってみよう。ね、なんだかんだでいろんなものに使えそうだから。で今回はこの大きいやつね、大きいやつは後でどんな糸を使ったかっていうのをちょっと紹介しますけど、あれですよ。これはね大きい玉、長いピッチのなんだっけ、段染めの糸を一玉使い切った感じ。ね、なかなか楽しかったですよ。まあ後でちゃんと説明しますわ。これね、編み終わった後にね。はい。じゃあちょっとこっちと同じサイズになるまで編んでいこうと思います。はい、ここ実は最後の段なんですけど、最後の段編んできた時にこのまあ私でいうとこの紫ですね。紫に言うとこれ以上編まないので、ここはこれでもう切っちゃって OK です。でこっちを編む前にね、これ切っちゃって編み進める前にね。はい。でどうするかっていうと、ここはもう処理しちゃっていいかなっていう感じですね。こう押さえてたやつをこうピュッと抜いて、はい、抜いて、でこれはこのまんま編み進めちゃって OK ですね。はい、こうビュッとやっておいてグッと、はい、入れて、いつも通りにこれは編み進めていけばいいんですけど、私の趣味的には実はでも方向がね、こっちにしたいんですよね。糸の方向がこっちよりも。なので先に切っておいた方がいいんですけど、でこっち側に綺麗に入れるためにはやっぱりこうちょっと面倒くさいかもしれないけど、まあこれ綺麗に編む方法なんでね、ちょっともうちょっと外して、でこいつを最初に糸処理をしてしまいます。はい。でこれをちょっとこうやって入れ込んじゃうんですね、こっち側にね。はい、こうやって、はい、これでいいです。はい、はい、でこの状態で編み進めていきます。変な風にボコッとならないようにちょっと気を使いながら、はい、あんまりこうぷくって膨らまないようにっていうことなんですけど、はい、こうやって、であとはここはもう処理しちゃったから普通に編んでいけばいいだけなんで、これを普通に編みます。でこうやって入れ込んじゃうのはやっぱり後でカットして、糸処理をするとやっぱりこれが両方表裏両方ともどっちでもいい感じになるんで、その時に片方だけなんていうのかな、あ、糸処理してるねみたいなのがあんまり目立ちすぎてもねっていうのがあるので、もうこうやってくるんじゃえばこっちで糸処理してるなっていうのも分かりづらいし、まあもちろん分からないように処理をすればいいんですけどね。でもこうしちゃった方が気が楽なんで、はい。なので私はこうやって処理をしてしまいます。はい、もう少しで終わりですね。いや、いいねこれミルフィームね。こうやって色がいろいろ出てきてくれるから面白いし。今回はこの色の方で、この段染めの方がね外に終わる感じで編んできましたけど、こんな感じで最後は入れますね。で最後だけは一番外の最後ね、
だけは普通に終わらせます。2つ鎖編みをして、これで、鎖目のあれですね、糸の処理ですね。はい、ちょっと待って、これか、はいはい。でこれを処理していきます。はい。でここがエセ頭ですね。エセ頭を通すのではなく、ここじゃなくてね、こっちですね、通すのはね。はい。もう一つお隣を通します。で同じ穴に戻って、でエセ頭の下を通してこっちに持ってきます。はい、こんな感じで、あとは糸処理をするんですけど、糸処理はあとはもう目立たないようにやっていくんですけど、ここだけをこう通すとこう糸がピューって入ってるのがなんとなく見やすくなるんで、ここよりもこうもう一段下げる感じで、でここでこうなんとなく拾いつつ奥に入れつつ、こっちには出ないようにみたいな感じでね。はい、こんな感じで糸処理をこうちょっと下にくぐらせるような感じで、だけど表にも響かないような感じで、こうですかね。こんな感じであんまり目立たないように、こっちからもねこういう感じで糸処理をします。そうするとね、さっきこう編み入れたやつは全然わからなくなるし、はいはい。でこれもまあ糸処理してもいいし切ってもいいし、最後もうちょっと入れとこうかね。こういう感じで、これはまあ色が一緒なんでね、そんなに気使わなくてもいいけど、それでも私はやっぱりこうなんつうの、編み込んじゃう方が好みなんで、はい、こんな感じかな。はい、ちょっと熱いわ。よっと。はい、でこれは今処理したんでこれも切っちゃいます。はい、であとはこの中心ね、これをどう処理していくかってことなんですけど、まあこれはもう目立たないところに入れていくしかないので、はい。でこれは中心ですね。これは中心の糸なので中心を巻いてもいいんですけど、これちょっとね何周か1周ぐらいは中心をこう外に響かない感じで引っ掛けて引っ掛けて、はい、一周させて、はい、でそしたらあんまりねボコボコしても嫌なんで、次のここの中心やったらこの今度外側ね、こっちで巻けるように糸をちょっともうちょっと広いなんつうの、外側にこう巻いてきますね。でただ入れるだけじゃなくてちょっと糸をこうかませるような感じにしといて入れてきます。こんな感じでいいかな。はいね、入れました。で次この紫のやつもこうじっくり見て、どこ入れたら見えづらいかなっていうのをまあ見て、この辺をこう通していく。ここを通すとこの自分が入ってるとこね、自分で編んだところここ通すとバレちゃうんで、ここ上上げてって、ここですね、ここの通りに入れてってあげます。もう一段上。はい、そうするとあんまりわからないから、こうですね、こうやってはい、こんな感じでいいと思います。はい、 OK です。はい、であとは形を整えます。ピュッピュッとね、ピュッピュッとピュッピュッとピュッピュッと引っ張って、でちゃんと角が出るように形を整えて、そしたらもうあとはビシッと
いう感じになるんで、どうよサイズ的には。びったんこね。はい、びったんこ。はい、こんな感じで同じサイズで編めたかと思います。はいね、綺麗だよね。やっぱり放射線状に編めるっていうことでね、ついでにだからね、私ね、こうやって3枚揃えてね、これねもう1枚編んでるんですわ、実はね。こう編んでて、で3枚、そうね、セットは6枚だからやっぱり6枚編みたくなっちゃうんだけど、とりあえずちょっと3枚編めたんで、さらにもうちょっと大きめにしてね、こうね、これコースターでポットマットみたいな、もう超いいじゃないですか、こういう感じでね。別の色でちょっと編もうと思ってるんですけどね。はい、こんな感じでね、ポットマット、そしてコースターみたいな感じで。映ってないや映ってないじゃん。こう置いて、こういう感じかな。はい、こんな感じでできました。はい、ちゃちゃっと編めますんで、それでいてすごいビシッという感じなので、いろんな色で組み合わせてもらって、2色でね、最低2色でっていうことになりますけど、こんな感じでやってもらえたらすごいいいんじゃないかなと思います。せっかく放射状に綺麗になるんで、やっぱり最低2色でやるのがいいかと思うんですけど、おすすめはやっぱりこういう感じのグラデーションだったり段染めだったりっていう糸と単色でこう合わせるのがやっぱり綺麗かなと私は思ってますっていうことで、はい。で、じゃあこちらをご紹介しますね。はい。で、これはですね、さっきもちょろっと言いましたけども、段染めのその長いロングピッチの段染めの糸を使って白と合わせて、一辺ね、どんぐらいだったっけかね、90もないな、80ぐらいかな。一辺80の正方形になってるわけです。ちょっと測りますわ。そうだいたい80ぐらいの正方形になってるんですけど、でシンプルにね、ちょっとこういう感じで縁もなんかシンプルに、ただ単に普通に、これはなんだろう、普通に続けてあれじゃない、米編みしただけの、そう白でもう一段普通にね縁を米編みしただけで終わりにしてるんですけど、この糸ね何使ったかっていうと、ちょっと待って、はい、すいません。ですね、こちらですね。DMC のレベラシオンね。レベラシオンって読むんですけど、はい。レベラシオンっていう糸を使いました。で、これが本当に長いピッチっていうか、なんて言うんだろう。ちょうどこの、一巻き 150g で 520m なんですけど、この 520m で、こう、ワンピッチっていうのかな、なんていうのかな。なので、これ黄色から始まって、本来は、こう、灰色。ね、最後灰色になってるんですけど、これ見てわかると思うんですけど、灰色の次がまた黄色になってるわけです。はい。で、最初ね、これ灰色から始まってたの。で、灰色からちょろっとだけ灰色があって、で、それで編み始めたの。ここにあるんだけど、これね、これ。で、だけどそれで編み始めたらなんか変なのよ。そう。だから灰色の部分は先切って、で、黄色の部分からこれ編み始めたのね、バーっと。で、またこうずーっとこう来て、で、灰色に変わったんだけど、これだと一周編み切れないから、だから終わって切ったんだけども、最後こう灰色ね。で、灰色の後、こう黄色に変わっていくわけなんだけれども、ちょっとほんのり黄色っぽいでしょ、なんとなくね。うん。そういう感じのやつなんだけれども、ちょうどこれを一つ520メートルと白いやつ、同じ、ぐらいの太さのいつも使ってるやつですね。これと合わせた。そう、これと合わせたんだけど、それでいて、こんな感じになったわけ。1玉と、これを何玉使ったかな。3玉半ぐらいかな。2玉、3玉、4玉全部は使い切ってないような気がするんだな。3玉半ぐらいだったような気がするんだけど、そのぐらい使いました。はい。150でしょ。これも50だからね。うん。大体同じぐらいなんで。で、こっちよりもちょっと使った感じだったんで。でも、4玉は多分使ってなかった気がする。4玉弱かな。はい。で、これが 150g の 520m で 80% アクリル、20% ウールっていう糸です。はい。で、手触りもいいしね。結構いい感じなんですけど、これは日本でも買えるよね。ワンダフリーカラフルヤーンって書いてある。DMC レベラシオン。はい。でございます。はい。太さ。結構太い。4ミリ。それでもって、針も棒も4ミリで、なんだい10×10 が22の28か。
だからそんなにバカに太いわけではないけどね、そんなにね。日本でいうところ何これ、中細ってやつ。よくわかんないわ。太さ。はい。で、色が212番ということで、こちらの糸を使って、グラデーションじゃないや。なんだ。段染めだね。グラデーションっていうよりも段染め。まあ、こうやって見るとグラデーションっぽくなるよね。っていうのも、やっぱり、こうやって白とかと、こうやって単色のものとこうやって合わせると、その、なんつうの、どぎつさみたいなのが和らぐじゃない。うん、でこの糸はさ本当にさ私他に色を見たけど使えそうだなと思ったのこれだけだったっていうか結構すごいんだわねやっぱり色が。なので私は今回はこれを選びましたけどちょっとねレインボーカラーチックな感じでねすごいいいなと思ってだからまたこっちもう一つあるやつでまた他に何か編もうかなとは思いますが一つはこうやって今回のラジエイティング、モスステッチスクエアで、ブランケットを編んでみました。はい。で編み方として今回ご紹介したのはねこっちね今回はミルフィムとソロフィム使ってこんな風にコースターにもできますよっていうことでちょっとご紹介しました。はい。皆さん編んでみてはいかがでしょうか。いやもうこれハマるからねこの編み方本当に飽きないのよ。でも私好きじゃないこういうの本当に。うん。だからね、本当米編みのコース、なんつうの、米編みで、スクエアを編むんだったら、もう断然こっちの方がおすすめです。普通の、スクエアを、米編みで、スクエアを編むより、こっちの方が綺麗にできますよっていうお話でございました。はい。というわけで、本日もここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまたすぐに、次の動画でお会いしましょうということですね。はい。では本日は、ここまで。さよなら。なんか天気悪い日に出かけるのってさやっぱちょっと億劫よね。かといって天気がいいからって外出るのかっつったらまあそうでもないっちゅうね。でもまあね何日かに一度ぐらい外に出ないといけませんな。まあいろいろあるからね健康のためにもっちゅうことでございます。今日はちょっとあれだね歩くかパリを。じゃあねバイバイ。